カーディガンを1枚購入しました。皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画では私が2021年の年末に購入したスタジオニコルソンのラムールカーディガンを紹介します。カーディガンを購入した理由については後ほど着用した状態を紹介しながらじっくりお話ししたいと思います。スタジオニコルソンはイギリスのファッションブランドです。このブランドの製品を購入したのはこれが初めてです。素材はイングリッシュラムール 100% です。サイズは M サイズで、色はご覧のようにやや明るめのブルーです。生産国はイギリスです。私にとってこのカーディガンの最大の魅力はこの色です。何種類かのブルーが入り混じったような深みのあるブルーが魅力的です。素材にはしっかりした肉厚感がありながらも厚すぎずちょうど良いボリュームだと感じました。素材が肌に触れた時チクチクするような感覚は少ないです。また保温性もなかなか高いと感じました。デザインやディテールは非常にシンプルです。シンプルではありますがディテールをよく見てみるとこのアイテム独特のバランスを読み取ることができます。まずボタンの大きさがカーディガンにしては少し大きめです。直径で 25mm 程度のボタンがついています。使用されているボタンの一つ一つの色の出方が微妙に違っています。水牛ボタンが使われているのではないかと推測します。コートに使われるような大きめのボタンがついているということがデザインのアクセントになっています。前についているポケットもカーディガンにしては少し大きめです。少し大きめのポケットとボタンが程よいアクセントになっています。裾はリブ仕様になっています。リブの締め付けはあまり強くなく緩めのリラックスした仕上がりになっています。袖口のリブも同様です。カーディガンのリブはテンションが強すぎるとなかなか合わせにくかったりもするのでこのくらいの少し緩めのリブの方がありがたいです。品質表示は左脇の縫い代に縫い付けられています。洗濯方法を確認してみると手洗いは不可でドライクリーニングのみという表示になっています。風合いを重視してこのような表示になっていると思われます。私はこのようなアイテムの場合やはり水を使って洗いたくなってしまうので自己責任で手洗いによるお手入れをするつもりです。それでは実際に着用した状態を確認します。参考までに私の体型は身長が180センチで体重は65キロです。このシャツとパンツというシンプルな組み合わせに重ね着をしていくわけですが今回はカーディガンを購入するに至った理由についてお話ししながらコーディネートを紹介します。まず着ているシャツはオーラリーのウォッシュドフィンクスツイルビッグシャツです。色はアイボリーでサイズは5です。パンツはシルエットを自分好みに少しカスタマイズしたトムウッドのソニックジーンズです。色はディープブルーでウエストサイズは32インチです。履いている靴はジェーム・ウェストンの180シグニチャーローファーです。色はブラックでサイズは8ハーフの T です。ソックスはヘルスニットのシンカーホワイト無地ソックスです。サイズは M です。この基本となる服装の上に防寒のために今まで着ていたのがユニクロとホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションアイテムであるウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットです。色はブラックでサイズは XL です。これをシャツの上に羽織ることによって防寒するというのが今シーズンの冬の私の基本的な服装です。この上にコートを羽織ります。ジルサンダーのウールメルトンのチェスターコートです。色はダークネイビーでサイズは48です。このコートは私の持っているコートの中では比較的すっきりしたシルエットのコートです。程よくゆとりがありながらも見え方としてはスマートに仕上がるコートです。こうしてウルトラライトダウンの上に着ていても窮屈というわけではありません。しかしこの冬何度かこの組み合わせで外出した時に少し不快感を感じてしまいました。この組み合わせでは少し熱くなってしまうのです。コートの素材がやや厚くて硬いウールメルトンで
中にウルトラライトダウンを着てしまうと自分にとっては暖かくなりすぎてしまいます。私が持っている他のコートはこのコートに比べれば薄手で防寒性もそれほど高くはありません。これらのコートの中にはウルトラライトダウンを着てちょうど良いのです。ではこのチェスターコートを着るときに中に何を着れば良いのでしょうか。この問題に対する答えとして浮かんだのがカーディガンです。カーディガンであればウルトラライトダウンほど暖かくはならずかさばりもしないのでちょうど良いのではないかと考えました。私なりにいろいろなカーディガンを調べた結果選んだのがこのスタジオニコルソンのカーディガンです。色はブルーでサイズは M です。参考までに実際にこのカーディガンを計測した寸法はこのようになっています。身幅は少し大きめでゆったりめのシルエットです。着丈はそれほど長くなく雪丈は少し長めです。この横幅と丈のバランスが非常に気に入っています。着方としてはこのように前のボタンを止めてきてももちろん問題ありませんが、私としては前のボタンは止めずに羽織るだけの方が好きです。この方がシャツの色が途中で分断されずにすっきりとスマートに見えると思います。軽いジャケットを羽織るかのような感覚で着ることができます。袖口と裾にはリブがついていますが締め付けがあまり強くはありません。結果としてこうしてシャツの上に重ね着をした時不自然に裾が持ち上がったりシワが寄ったりすることがありません。トップスに着る洋服をシャツに統一している私としてはこのカーディガンのリブの緩めのテンションは非常にありがたいです。季節によっては上にコートを羽織らずこの状態のまま外出しても良さそうです。またこの少し明るめのブルーは私が持っているどのパンツとも相性がいいです。それではこの上にチェスターコートを羽織ります。カーディガンはウルトラライトダウンほどはかさばらないのでチェスターコートを重ね着した時の中でのもたつきも軽減されています。カーディガンの前のボタンを止めていないのでコートを着た後の見え方としてはまるでシャツの上にコートを着ているかのようなすっきりした見え方になります。これで暖かさの具合も私としてはちょうどいいです。あとは防寒としてマフラーを巻いて手袋をすれば真冬に外出する服装としてちょうどいい服装になります。ちなみにマフラーはジョンストンズのカシミヤ 100% のマフラーです。手袋はノースフェイスのウィンドストッパー E チップグローブです。バッグはウォレット・コム・デ・ギャルソンのレザーのトートバッグを愛用しています。このカーディガンを手に入れたことによってチェスターコートを着た時の快適さがかなり向上しました。自分にとってちょうど良い暖かさになり重ね着をした時のもたつき感も軽減されました。結果としてカーディガンというアイテムを1枚増やすことにはなりましたが私としては非常に納得のできる買い物でした。またカーディガンを購入してしばらくしてから思いついたことがありました。カーディガンの上にウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットを重ね着するということです。サイズ感としてもコーディネートとしても全く問題なくまとまります。この上にはチェスターコート以外のオーバーサイズシルエットのコートを羽織ります。私が持っているオーバーサイズシルエットのコートは生地がそれほど厚くはないので真冬には中にこれくらい着ていてちょうどいいです。カーディガンを購入した時にはこのように重ね着をすることは想定していませんでした。しかし実際に試してみたらオーバーサイズシルエットのコートを着た時の快適性がかなり上がりました。その結果真冬の時期に外出する時にはこのカーディガンを毎日着ることになりそうです。冬の季節の中間着としてカーディガンが非常に優秀であるということに今更ながら気づかされました。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。